これ乗ってくれみたいなリクエストをですね、コメントでいただけると、まさチャンネルのそれがパワーになっております。可愛い女の子のですね、動画も楽しいです。それはそれで見てください。僕も見ています。がしかし、おじさんも頑張っております。ぜひ、チャンネル登録にご協力をお願いいたします。座りがね、悪いとこ座ってもしょうがないですもんね。座りの悪い。ケツの座りの悪い都会で。ですね、このね、脇腹でタンクを包み込むようにですね、包み込むように。恋人と呼び合える時間の中で。これでわかる人います？マサチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。マサチャンネルのマサです。皆様お元気でお過ごしでしょうか？そしてこの時間がやってまいりました。レンタルバイク出たもの勝負の時間です。ありがとうございます。そしてですね、今マサチャンネルが一番乗りたいバイクを紹介します。スズキ刀です。2019年衝撃のですね、復活劇を果たした刀なんですけども、2022年にですね、ベースである GSX-S1000 排ガス規制に対応したりとかっていういろんな変更があってモデルチェンジされました。でモデルチェンジ後がね乗りたかったんですけども、どうにもこうにもなくてですね、これモデルチェンジ前なんですけど、シート高も重量も変わっておりませんので、足つき取り回しはですね相当参考になるんではないかなと思います。そしてですね、初見です。初見もうね、かっこいいとしか言いようがないです。そしてね、意外なんですけど、画像で見るとなんかこれ昔の刀の面影なんてないじゃんみたいな感じで思うじゃないですか。実際こうやって見るとね、やっぱね刀だよこれ。意外と刀、多分この辺の作りが昔と違うから、昔の刀好きのおじさんたちはね、舘ひろしがですね、ここでこう銃を構えて撃つっていうイメージがね、あのイメージがあるんじゃないかなと思うんですけどね。ちょっといろいろね、あれなんですか、高運気ハンドルっていう言われてた刀があるわけじゃないですか。あれなんですかね、これモチーフとしてね、よくわかんないんですけどね、こうアップハンになってますけどね。ただね、ポジションはね、アップハンドルとはいえ、最後まで見てください。ポジションやりますよ。それではですね、早速またがってみるんですけども、シート高は825ミリです。高くないですか？825ミリってさ、この前乗ったトレーサー 9GT と同じぐらいなんだけど、アドベンチャーバイクじゃないですよ。なんでこんな高いのかね。ベースとなるものが高いんでね、しょうがないっちゃしょうがないんでしょうけれども、それにしても高いぞと。でシート形状はね、でもね、結構ね細い。これね、座面っていうとね、このシートの幅を思い浮かべる方が多いと思うんですけど、こう削れてます。この削れた角から角、これが座面になります。そう考えるとこれはね割と細いよ。細くてスーって伸びてる感じですね。でシート幅、もちろん後ろに行けば行くほどシート幅はしっかりあるので、ここを使えばねお尻痛くならないんじゃないかなと思うんですけれど、意外とシートは硬めだなという印象です。それではまたがってみるんですが、全国2万人のマサチャンネルファンの皆様、お待たせいたしました。この時間を待っている皆様が多いと思います。今回もやっていきたいと思います。マサチャンネル、本日のスペックを紹介いたします。身長164センチ、体重58キロ、
日頃から節制をしております。ラーメンとかは食べません。頑張ってるんです。そうしないとすぐね、ドンってなっちゃうんです。そしてですね、足つきに大きく影響すると言われております。こちら、チーン、股下ですね。76.5 センチとなっております。ですので、ありがたいことに同じ身長の方に比べると、平均的に同じ身長の人に比べると少しだけ長いという、そういうことです。で、そんな肉付きもないので、足つきはね、割と身長の割にはつく方ですっていうね、そういう頭で見ていただけるといいかなと思います。ではですね、いきますよ、早速。825ミリ。アドベンチャーバイク張りの刀。またがっています。結構高いのね、こっちが。シュッ。さあ、またがりました。そしてですね、こんだけシート幅がありますから、一番ね、座りのいい場所ですね。よくね、なんかこんな前とか座ってる人いますけど、そうじゃない。一番座りのいい場所に座った状態で皆様にですね、お伝えしようと思います。座りがね、悪いとこ座ってもしょうがないですもんね。座りの悪い。ケツの座りの悪い都会で。ですね、この辺ですね、ちょうどやっぱりこうなってる一番深いところ、ここに座ってくださいと、刀さんから要求されております。座りました。この状態で、左足は意外にもですね、べったりついております。では、起こしてみます。まず重いか軽いかね。ノーハンドでいってみます。ノーハンド。ノーハンドで、マサチャンネルの力では起きません。ちょっと足をというかケツをずらしてこういってみましょうか。冗談じゃないですよ。起きないものは起きないんです。これはね、身長が高い人とかにはわからないんです。起こせません。これはね、重たいのもあるし、足つきが良くないので、足でこう、蹴れないんですよね、左足がね。じゃあね、手をつけて普通に起こしてみましょう。起きますよ。起きますけど、普通にやれば。よし。あ、こうやって起こすとそんな重く感じないよね。なんでこっから起きないんだろう。いや、こっからはね、やっぱりね、手が入らないと、足があんまつかないんだな。なので、起きない。起きると軽いんだな。では起こしました。気になるでしょ、足つき。起こしたからにはスタンドを払わなければいけないので、足を踏み替えます。せーの、シュッ。さあ、いかがでしょうか、この足つき。シートの滑りもそこそこ滑るので、足を踏み替えるときに怖い感じはしません。さあ、この足つきどう思いますでしょうか。意外といけるんじゃねって思いますよね。つき方としては、母子球と言われてる土踏まずのこのつま先に近い側のこの壁ですね。そこがドカッとつきます。非常に踏ん張れるところでついてるので、実はね、足つきはそんなに怖くない。低くはないですよ。低くはない。かかとは全然つかないから低くはないですけれども、そんなに怖さはないです。そしてね、これ結構トレーサーはつかなかったんだな、同じぐらいのシート高でもここまで。で、なんでこんなつくかなと思ったんですけど、これですね、ステップ位置が後ろなんですよ。なのでステップ位置が全く干渉しないんです、足つきに。
トレーサーみたいにアドベンチャーバイクの直立系のバイクっていうのはステップが真下にあるんで、どうしても足を出すところにステップがショインって出てるんですけど、これはね後ろなんでステップが全く邪魔しないのでスーッとつけるっていうのも足つきがそんな怖くない原因かもしれませんね。そしてあとシートが非常に削られているというところです。ではですね、スタンドを払ってみます。スタンドはですね、もうめちゃめちゃ立派なおひげさんがショインって出てます。なのでそれをさらっと、しかもね結構高い位置に出てますから、スタンドのねこう地面と設置するところのこの辺についてるバイクとかあるけど、この前トレーサーがそうだったんだな結構遠いのよ。だけどこれは結構近いところにあるのと、それから出す時微妙だな。ステップの真下にあるのねこれヒゲが。うまくそこ踏めればそんな問題ないかな。では両足ついてみます。両足つくとこれもね意外なのよ。やっぱシート形状が細いっていうところに、ところだからかなと思うんですけど、両足ついてもねそんなにね足つき変わらないのよ。そんなにね。だからコンビニとかでちょっとパタ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 ってしながら前進むみたいなこともできそうですけどね。エンジンかかってないと無理。でもなんとかいくね。でもこれは厳しいな。片足で行ったらいけんの？片足で行ったらいけんのか。いやだったら降りた方がいいねこれね。危ないね。なんとかなるっちゃパタパタぐらいだったらなんとかなりますけどね。でも両足もそこそこ片足がついてるのとほぼ変わらない感じでつきます。これはでもね前にもねお伝えしたと思うんですけども、ポジションのところで言いましょうか。じゃあポジションどうかというところですね。先ほどと同じようにケツの座りの悪い場所ではなく、ケツの座りのいい場所に座りました。で背骨が地面と垂直の位置に今あります。これでですね、ハンドルまっすぐ、手をまっすぐ伸ばします。スッと落とします。ついてるのは指のちょうど真ん中ら辺がつきます。真ん中ら辺ですね。ちょうど真ん中ら辺です。ってことは握るときにこっからここまで下がるわけです。こっからここまで。前傾具合としてはどうでしょう。5度から10度まではいってないか。でもスッて緩めると肘を緩めると10度ぐらい前に傾いてるかもしれませんね。ただそんな前傾じゃないじゃんって思うかもしれませんが、この子なんですよ。この子ステップ1、実はですね私が乗っていたですね CB650R と非常にポジションが似ています。なぜかというとですね、前傾はだいたい同じぐらいだと思うんですけど、ステップが後ろなんですよ。なのでどうしても前に行けということをですね刀さんに要求されるんですね。そうするとどうしても腕に負担がかかります。これをですねニーグリップしてグッとこう押さえなきゃいけないんですけど、ずっとニーグリップしてるわけにはいかないので、結構ね肩とか首とかに負担がかかるポジションなんですよ。で今日ね結構200キロ以上乗りますから、ファーストタッチ総評燃費報告でマサチャンネルが6時間7時間ぐらい走った後にどうダメージしてるかっていうのを報告してます。なのでそれを見ていただけるとこのポジションがどうかなっていうのは分かると思います。感覚としてはそんなに前傾はないけれど楽ではないぞというポジションだと思います。ただちょっとコーナー攻めようとかっていう時にはものすごいいいポジションですね。シートもね割と硬めなのでお尻も痛くなりそうかなみたいな雰囲気をしつつ、ちょっとそっちのねファーストタッチ総評燃費報告の方を見てください。それではですね、重量215キロです。取り回してみたいと思います。ちょっと遠くなりましたけども、押したり引いたりまずしていますね。こうやってねこう
起こす時もなるべくこうお尻をシートにこうグッとくっつけてね、うん、意外とねクソ重いっていう感じではないね。うん。でバックに関しては、僕は安心なのは、長い距離とか下がるんじゃなくて、ちょっと下がる時とかに安心なのは、今みたいに腰をくっつけとくのがいいと思うんですけど、お尻をね、シートに。バイクに正対して、こういうふうにシートを押して下がる方法もあります。これはね、好みでいいと思うんですけど、僕はお尻をくっつけた方が怖くないと思いますね。では、ぐるっと回ってみます。ハンドルを左に切って目いっぱいぐるっと回ってみますね。ちょっと一回こっち行って、よし、じゃあ行きましょう。なるほど。ハンドル切れ角がありません。最近乗ったバイクの中では一番ハンドル切れないんじゃないかな、これ。なので、幅広ハンドルついてますけど、そんな遠くにならないですね、これね。で、やっぱりちょっとハンドルが結構前だから、シートよりも前のこのタンクのニーグリップする位置、ここにマサチャンネルのヒップがですね、接触しております。そこでしっかりこうグッと押さえて、このね、脇腹でタンクを包み込むようにですね。包み込むように。恋人と呼び合える時間の中で。これでわかる人います？ミーシャですね、ミーシャ。さあ行きますよ。あ、これはね、本当にここ、脇腹でタンクを包み込むように進んでいきます。ハンドル切れ角はないですけれども、曲げても割とそんなに重くならないかな。よいしょ。ちょっと反対に切ってバックします。切り返します。そしてもう一回ハンドルを切ります。こっち登ってます。登ると重いけれど、なんとかなるかな。ハンドル切れ角がないですね、これ本当に。よし、じゃあこのままバックしてみますね。これはどうしようかな。こうやっていくか。これあんま得じゃねえんだけどな。やっぱり登ってると重い。重いし、ハンドル切れないね。これほんと切れないね。でも動き始めちゃえば、やっぱくっつけといた方が怖くない。動き始めちゃえば、大丈夫かなという感じはいたします。だってこれ道幅でさ、これ U ターンできないもんね。よいしょ。はい、っていう感じです。はい。というわけでですね、鈴木刀、足つき取り回しポジションチェック。いかがだったでしょうか。私ぐらいの身長でしたらですね、割とですね、女性にも多い身長だと思います。ですので、女性の方も参考になるかなと思うんですが、これね、170、僕164センチです。170ぐらいの人に、いや、マサチャンネルさん問題ないですよ。乗れますよ。とか言われるんですよ。5センチ身長が変わったら、バイクを扱った感じとか、またがった感じとかはもう別物です。ですので、僕の身長164センチ、160ぐらいの方、150後半、160代の前半ぐらいの方、僕より5センチ低い方は結構手こずるんじゃないかなという感じがしますね。155ぐらい、10センチぐらい低い方は、何かしらしないと乗れないと思います。例えば座るときに足をもう大幅にお尻をずらしてやるとか、
いうふうに乗らないと乗れないバイクかなと思うし、ちょっとこのバイク欲しいなっていう欲しいバイクリストから外した方がいいかもしれないバイクかもしれませんね。ちょっと足つき的にはつきづらい部類のネイキッドかなというふうに思います。そしてですね、刀に関しての動画はこちら足つき取り回しポジションチェック、それからワインディング、高速道路、それからですねファーストタッチ、総評、年表国と4つの動画構成となっております。こちらですね、概要欄に貼り付けてありますので、そちら見ていただきますと、刀に関してはほぼほぼわかるんではないかなと思います。そしてだ、ここからが重要です。マサチャンネルはこの動画だけではございません。たくさん皆様のためになる動画アップしております。この後流れるチャンネル紹介動画をご覧になられて、チャンネル登録をぜひご協力ください。レンタルバイク1回2万円以上かかります。全部自腹でですね、払っています。がしかし、ごくわずかな Google 先生からの広告収入がですね、ほんの少しですけど足しになってます。非常に助かってます。もうちょっとですね、チャンネル登録者数がいてくれて、収益が上がるとですね、収益で儲けようなんて一個も思ってないんですよ。レンタルバイクを借りようと思ってるんです。たくさんですね、このバイク乗ってくださいというオファーを受けてます。乗りたいです。ですのでですね、ぜひチャンネル登録にご協力と、乗ってほしいバイクのですね、これ乗ってくれみたいなリクエストをですね、コメントでいただけると、マサチャンネルのそれがパワーになっております。可愛い女の子のですね、動画も楽しいです。それはそれで見てください。僕も見ています。がしかし、おじさんも頑張っております。ぜひ、チャンネル登録にご協力をお願いいたします。それでは、マサチャンネル、これにて、バイナリー。